皆さんこんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。ちょっとお辞儀するために車が揺れるかやってみようか。やって楽しい。揺れる。揺れる。ちょわかんない。今年も年末になってきましたが、このね今座ってる車、モコさんなんですけど、実はねメルカリで12万で買った車なんですけど、これ買ってからしばらくは調子悪かったり壊れてる部分があったり車検が切れたりとかいろいろあったんで、動画にしてたんですけど、それがねちょっと落ち着いてからずっと動画撮ってなかったんで、モコさんどうなってんのみたいな大丈夫なっていう、大丈夫かな。モコ大丈夫かっていうお声がちょこちょこあったんで、モコさんのね現状をちょっとお伝えしようかなと思って動画回しております。はいはい。実は動画見てくださってる方は気づいてると思うんですけど、ちょこちょこねキャンプにも使ったりしてるんですよ。ね。であとはその後ねちょっと変わった部分もありますので、今回はその状態、車のね状態だったりとか、12万でね外国人から買ってきたわけなんですけど大丈夫なのかっていうところ、ちょっといろいろご報告しようかなと思います。まずですね、その買った経緯については動画で出しておりますので、ぜひぜひそちらの方を見てもらえたら嬉しいです。概要欄の方に外国人から買った時の動画ね載っておりますので、見てもらえたらなと思います。はい、懐かしいですね。たまたま外国人だったよ。そうそう、メルカリで買ったんで、何人かどうかなんて分かんなくて、行ったらね、外国人だったっていうね。それで無事に買ってきたんですけど、そこからいろいろ修理をしたり、車検行った、車検ね取ったり、あとちょっとねカスタムしたり、っていうので、費用なんですけど12万円で買ったんですね、車は。まずそこからすぐ車検が来ました。それがだいたい3万円ぐらい、ユーザー車検でねハルピンさんが1人で行ってきたんで、それが3万円ぐらい、それから調子の悪かった部分、これも動画に載せてるんですけど、3万円ぐらいちょっと修理に出したものがあります。でそっからさらにちょっとエンジンの調子が悪くて1回見てもらったことがあって、それも3万円ほどかかっております。今それぐらいですね。なので、修理にかかったお金と車検を合わせると9万円ぐらい、だから結局は買ったお金を含めると21万円になってるわけで、それでも安く乗れてるんじゃないかなとは思ってるんだけど、燃費もいいしね。そう燃費はねすごくいいですよ。20キロ近く走るんで、郊外を信号の少ないところ、走ってたらマジで20キロ超えるぐらい走ってくれるから、そこはね使用用途としてはそのために買ったからすごく助かってるんですけど、だからエブリィの倍走るからさ、単純にガソリン代半分になったんですよ。ね、それはでかいよね、このガソリン高い時にね。でさ、結局今はさ、エブリィがさ外に出してるからさ、これで何回かニコメリと2人と1泊2日キャンプに行けちゃってるから、めちゃめちゃお得になってる。そうですね、ただね1点だけちょっと困ってるポイントっていうのはあって、あってですね、あるよね、整備して見てもらったりもしたんですけど、結局治らなくて、何が悪いかっていうと、もうエンジンの問題でなってるんじゃないかっていう説が濃厚なんですけど、例えば僕とハルピンさんとニコメリと、あとキャンプ道具満載積んで、結構もう重たい状態、車こうやって揺れるっていうもう沈んでる状態ぐらいさ、キャンプの時って車高低くなるぐらい積むじゃん。その状態とかで人間で言ったらじゃあ大人4人が乗ってる状態、みたいな感じで走ってると、もちろんねそのパワー使うわけじゃん、いつもより。でうちの近く山なんですよ。知ってる方も多いと思うんですが、すぐそばにね峠があったりとか、それで山道とか、あと力を使う場所って言ったら高速道路とか走ってると、車が力を使いたい時に
アクセルグッて踏むでしょ。そうするとノッキングっつってなんかウォン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 みたいにね、なるんだよね。そういう症状があります。はい。かといって止まっちゃうわけじゃないんだけど、でもちょっと怖いですね。山の方にキャンプ行くとかキャンプで遠出するってなるとちょっとしんどいかなっていう部分があるんだよね。もともとキャンプ用に買ったわけじゃないからいいんだけど、今ねエブリィカスタムに出しててちょっとない状態なんで、キャンプに行ってみてやっぱりちょっと厳しいなっていう部分があるかなっていうぐらい。一人でキャンプの時はそんなに感じない？いやでも高速最初乗る時、合流する時は踏み込むとあんまりにも踏み込むと、それノッキングしちゃうからしないように、だんだん徐々にとかなんだかんだ試行錯誤してたら結構後ろにぴったり疲れたりして「はよ行けや」みたいな感じにされる。そうだね、とにかく非力ですよね。そうそこはねターボがついてないとかっていうのもあるんで、ねやっぱり力ないよね。物を積んで思ったかな。で今は上にキャリアもつけて、そこにも積んでるし、中に入るだけの量っていうよりは中も満載で上も満載だから、ほんとパンパンに積むとこうなっちゃうのかっていう。そうだね、ほんとお買い物してる分には何の問題もなく使えますよね。そうちょっと今イオンがしたりするけど、謎なボンネットらへん、なんかビビリ音っていうの、なんかこうブーって震えてるような音、蜂が入ってるみたいな。多分どっかのボルトとか金具が外れてこう揺れちゃってるような音だよね。だからなんかエンジンが悪いとかじゃないんだけど、そういうのがしたり、やっぱり古い車なんで、その辺は出てきてるので、来年もねちょっと乗り続けるかどうかっていうのは今考え中です。ちょっとね変わった部分もあるんで見てもらいたいなと思います。まずね、もう見た目すぐ見てわかるところ、上だよね。キャリア、ここにルーフキャリアが乗りました。で実はこのボックスっていうかこのキャリアの部分、これはいただき物なんですよね。使ってないよっていう友達からいただいたやつで、これにはお金かかんなかったんですけど、それを乗せるこのベースキャリア、この棒の部分だよね、これは買いました。それがね1万7000円ぐらいだったかな、セットで。モコ用っていうのがちゃんと売ってましたね。でこれ自体は昔キューブにもつけてたんだけど、実際ねなんかキューブにつけてた時よりがっちりしてて、ずれたりもしないね。今んとこしてないし、早かったよね、キューブの時はねなんかここの立て付け悪くてね落ちたことあったんだよね。怖くない？落ちるとか。ちょこちょこ確認するとなんか緩んでたりとか、ずれてきたりね、してたんですけど、この車はないですね。あとは最近タイヤがスタッドレスになっております。一応田舎暮らしなのでこればっかりは。そうね、結構すぐ坂だから。そうだね、これなくなったら本当に結構きつい。出かけらんなくなっちゃう日が1年に 2,3 回ぐらいあると思うんで、タイヤはねスタッドレスを買いました。でもこれも中古でジモティーで買ってきたんですよ。これタイヤ4本で1万円、ほぼ新品のスタッドレスで、なんかおばちゃんから買ったんだけど直接手渡しで、ワンシーズンも履いてないって言ってたね。車が変わっちゃったって言ってたんで、全然ねほぼ新品です。良心的なお値段。ちゃんと国産のタイヤだしね。その辺が変わりましたよね。あとトロちゃんがこの腕乗せるところ、新しい生地にしてくれた。この肘掛け真っ黒だったんで、これ交換しました。なんかパーツ売ってたからヤフオクで1000円かなこれは。1000円。ほんとそんなもんじゃない？そうです。だから結構綺麗よね。あとはほんと綺麗にしただけ。でもこんなに綺麗に乗れてるってすごくない？最初8でやばかったよね。なんかこの感じだけ見るとさ、別に古い感じしないでしょ。しない。そう、中身はさておき、本当見た目の綺麗さで言ったらすごい全然あり。そうだよね。走行距離は買ってきた時が11万ちょいキロぐらい走ってて、今12万ちょいキロなんで、1万キロぐらい走ったのかな、10ヶ月
10ヶ月乗りました。そんな感じでうん。ございます。あとはワイパーも変えたね。あ、変えうんた。まあワイパーも変え5000円ぐらいかな。うなんだかんだいろいろもろもろ含めまして25万ぐらいで乗ってるんじゃないかな。ん。そうね。これをまあ1年乗りましたと。どうなんだろうね。1年で25万になっちゃった場合、まあこう月割りしていくとまあ1ヶ月2万円ぐらいの感じで乗ってるんだけど、まあ約1年乗ってみて感じたのは、まあやっぱり12万円で買ってきてもなんだかんだお金かかるじゃんこうやって、で25万ぐらいでになると毎月2万円ぐらい払ってるのと同じってなったら、軽自動車って今それぐらいの月割りで乗れたりするよね。リースみたいな。リースとかなんか残価設定ローンとかいろいろあるじゃん。まあ、確かにこれをまた売ろうと思ったとこでそんなにこう価値っていうか、そうだね。だったらリースでそう財産にはならないけど、これ多分もう売るとしたらヤフオクでなんだろう、この症状、こういう風にノッキング力入れるとノッキングしますっていう症状を言った上で街乗りはできるから、買ってくれる人がいれば、もう1円スタートですよねヤフオク。そうだね。まあこういうね仕様にしないで普通にする分には全然いいかなと思います。5000キロに1回はオイル交換もやってるんで、簡単な整備は一通りしてもらってるから今のところ致命傷な部分っていうのはないはずなんだけど、まあね機械だからちょっとその後はわからないですけど、まあそんな感じです。はい、車検はハルピンさんが取ってきてくれたんで、令和6年の4月まで思い出深いあります頑張っていったな、でね今日ね洗車したんでハルピンが頑張って洗車しました。洗車機だけど洗車機だけど、ピカピカです。年末なのでね。そうだね。掃除機とかもやった。こうやってね、荷物ね積む時も結構こうフラットになるから。そう、私だから細いとこに、なんかクーラーボックスとか、小さめのトランクカーゴ25とか入れてから、ここをフルで使って積んで、こっち側でインフレーター敷いて車中泊したこともありますね。車中泊する時どうするんだっけ、椅子は前も倒すよね。そう、これも、まあ、これ倒したら、倒してこれだ、こうやってこう取って、倒して、こんな感じ。そう、こんな感じ。こうすると確かに。でここにもう荷物置いてて、でこの上にインフレーターをドーンって敷いて、まあ、一番後ろがさ若干下がってんの、ここ、こういうとこにはほんと薄いなんかこういうの置いてインフレーター敷いたら、ここは正直もう腰から下はあんま気にならなかったので全然寝れた。でここに荷物置いてバッテリーとか置いて余裕でした。そうね。もうかなり快眠でした。一人なら全然快適。よかった。だから結構いいじゃんって、一人だったらね、そうだね。荷物も一人だったらで遠出して高速乗ったりとか峠越えたりしなければいいかなって感じ。キャンプもそうだよね。はい、そんなところですかね。こんなところでございます。はい、3、4回行ったかなキャンプね。まあ2人でも行ってるしね。行ってるし後半行ったからね。だから全然行けるんですけど、総評した時に僕もねこうターボなしの軽自動車乗るの初めてだったんですよ。所有するっていうの初めてで、こんなに力ないんだっていうのは思ったわけよね。だからやっぱり2人で荷物満載で行くって考えると、まあ、ターボは欲しいかなみたいなとは思った。なんかさ、今の軽はターボあってもなくてもいいよとかって聞くけどさ、新しい車はねそこ気にならない？本当みたいな。いや、そりゃあった方が楽だよね。で絶対あった方が楽なのは楽だよね。それって本当街に住んでる人の意見でもあると思う。ちょこちょこね車見たり聞いたりしたじゃん。ターボなくてもって言うけど、俺らみたいにもう日々峠を越えたり日々キャンプ行ったりするなら、やっぱターボないと、あと高速ね、いっぱい乗るしないと厳しいなっていうのが本音です。まあ行けなくはないけどっていうぐらいじゃない？確かに街乗りだったらさほどパワーは使わないのか。来年も乗り続けれるのかどうか。
そうだね。でも車はね探してはいるんですよ。来年になったら、うん、エブリンも戻ってはくるんですが、ね、とりあえず1年は乗れるかなと思って買ったんで。でもやっぱ結局燃費がって言ってるところに、モコにしたから、やっぱそのエブリンもね、燃費がいいわけではないので。はい、はい、ということでなんてことはない動画なんですけど、まあちょっとその後全然動画撮ってなかったんで、今ねちょっとキャンプも年末で行ったりしてなかったから、時間あったんでこういう動画を撮ってみました。最初にもお伝えしてたんですけど、車買ったところからの動画は出してるので、なんかこんな感じでメルカリとかで12万で車買ったけど、なんかもうゴミ買ったんじゃないかみたいな、もうそれゴミですみたいなコメントもいろいろいただいてたんだけど、でもやっぱさ、ホラーっていう意見もありそう。お金かかってね、だからこの金額かかったのがまあありかなしかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、まあ1年間は無事僕らは使えたかなっていう感じ、まあ頑張ればこの先1年さらに使えそうな気もしてるんだけど、今度は違う車にチャレンジしたいなっていうのもあったりするんで、まあそういうのもあってせっかく安くね買ってこれたわけだから、皆さんが知ってる使いやすい軽自動車あったら教えてほしいなと思います。お願いしますね。でもやっぱりエブリィとかみたいな車になるともちろん燃費悪いじゃん、だからまあ一長一短だと思うんだけど、なんかちょうどいいなっていう車あったら教えてほしいなと思います。今ねちょっとね可愛いと思ってるのがね、N1 とね、ハスラーだけどね、両方とも新型の方ですね、新しいやつね。そう、でもまあやっぱり N1 はモコよりちょっと後ろが狭い感じ。 N1 はねこれよりちっちゃいよね、さらに。そう、N1 はこの間ちょっと見たんだよね。そう、まあかっこよかったはかっこよかった、かっこよかった。ああいう丸い目の、丸めの車が可愛いから、シャキーンっていうねライトじゃない方が好きなんだけど、なんかそういう系統のやつ全部やっぱあんまり後ろがハスラーみたいな箱じゃなくてさ、こう斜面っていうか後ろがね、テントウムシみたいになってるからさ、やっぱこの削られてる分ちょっと積めないなっていうのがあって、あとはまだ見てはないんだけどハスラーはなんかね、でもこれよりもちょっと広いらしいんですよね、新しいです、で燃費もなんか軽自動車ベスト3に入るぐらい燃費いいらしくて、らしいよ。あと色もね、いっぱいあるんだよね。可愛いのを見つけたけど、ただね新車はね200万超えしてくるっていうね、今の軽は。そうなんだ。でもまたそれも新しい乗り方なのかなって思うんですよ。今回もうなんかめちゃくちゃ安い車買いましたよね、で今度は例えば新車を買ってみて、もちろんリセール、また売るっていうことを考えてパターンっていうのもありなのかなって、もちろん事故したら大変なんだけど、例えば2年3年乗って手放すみたいな計画で乗るのがいいのか、軽自動車だったらどういう計画でね乗るのが一番いいのかっていう全然わかんないから、どうなんでしょうね。今の最新事情を知りたいねみんな結構上手に車乗ってるからさね、軽でもね、本当になんかぜひ教えてほしいです、買い替えるかもしれないので。まあでもこのやっぱり20キロ近く走るっていうのはすごい魅力なので、ここに住んでる以上はねやっぱりそういう車1台あるとめっちゃ助かるからさ、モコを使うか買い替えるかになってくると思うんだけど、また動きがあったら動画にしたいなと思います。はい、ということで年内キャンプ行ければ行こうかなと思ってます。最後もし行けなかったら年始お正月明けに、そうですね、あと旅行きたいんでね、雪旅、旅にまた行きたいんで、ちょっと旅動画も計画しようかなと思います。それではですね、今回の動画、モコのその後ということで動画撮りました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございましたチャンネル登録の方もしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。斉藤でした。シャキーン。もうこずっとうちにいてほしいのにな調子よかったらね
よかったけどな。キャンプに使わないってなったらね。うん、でも使わなくてもいいんじゃない別に。そしたらもうさ、燃費の悪いエブリィとシェビーバンでずっとキャンプに行き続けるって、それでいいってことで